ファンタシーライフアイ、ぐるぐるの竜と時を盗む少女って、どんなゲームなの？ファンタジーライフの世界へようこそ。この動画は、ファンタジーライフ気になってるんだけど、どんなゲームかわかんねえって人に向けた、ファンタジーライフアイがどんなゲームなのかを解説していく動画となっております。このゲームを一言で言うと、ゆるいファンタジー世界で14種類のライフをいい感じに使い分けながら、現代の島を復興したり、1000年前の謎を解きながら、心ゆくまで好きなことを突き詰められる、スローライフ RPG。のようなゲームになってるんだけども、これをファンタジーライフシリーズ初めての方でも、かつてファンタジーライフシリーズを触ったことがある方でも、理解、思い出せるように詳しく解説したつもりなんでお付き合いくださいな。ということで、今回解説するファンタジーライフ I。実はね、今月発売なんですよ。今月の5月の22日に4つのプラットフォームで同時に発売。戦闘も採取も制作も自分でこなして生活を豊かにできる。っていう欲張りセットなスローライフゲームですね。悪人が誰一人出てこない緩めな世界観だったり、プレイヤーの選択肢が広すぎる高い自由度が好かれてたりしています。一応このゲームシリーズものの作品なんだけど、前作は約2作品、2012年に 3DS で発売された初代。その翌年に DLC などを含めて発売された拡張版、リンク。これはいわばモンハン4と 4G みたいな感じでね。と、2018年、スマホにてリリースされたソシャゲのオンライン。これは4年前に差ししちゃってますけども、これね、シリーズを通して比較されたり似てるねと言われているゲームは、雰囲気の部門から言うと、集まれ動物の森。生活周りのシステム部門から言うと、ルーンファクトリーシリーズや牧場物語シリーズ。他にはプレイヤーの選択の幅がめちゃめちゃ広いので、テラリアとかコアキーパーなどのサンドボックスゲームなども比較されたりしますね。この中では特に集まりみたいなまったりした雰囲気が好きな方や、ルーンファクの生活感だったりシステムが好きな方におすすめできる、そんなゲームですね。ルーンファクトリー、竜の国も同時期の発売なので、存分に悩んでください。ただし、今挙げたゲームの中のどれにも該当しないファンタジーライフ唯一の独自性が根強いファンがいる理由でもあるので、そういったところも詳しく話していきましょう。さて、長すぎる概要兼前置きはこの辺で、本編へ GO！まずは、ファンタジーライフの世界観についてざっくり話していきましょう。世界観はタイトルに入っている通り、ファンタジーな世界ですね。舞台となる世界の名称も、レベル5らしく、まっすぐなとストレート、ファンタジールが舞台になります。ファンタジールにはドラゴンや精霊、人、獣人など、様々な種族がいて、自然豊かなところもあれば、砂漠も遺跡も火山も地底湖もあるよっていう、よく聞くフレーズで言えば、剣と魔法の世界。っていう感じだね。一重に、剣と魔法といっても、首バッサー切り落とす、スカイリムみたいな、そんなパターンも人によっては思い浮かぶと思うんですが、僕もね、こういう容赦ない世界観っていうのは好きなんですが、ファンタジーライフは真逆も真逆。誰かが亡くなったりもしないどころか、悪人すらもうどこにもいない、全然いない。そんなめちゃ優しい世界観になってます。だからこそ、あつ森みたいな緩めな雰囲気が好きな方におすすめできるっていう感じですね。そして、スローライフ RPG でもあるので、物語で立ちふさがる相手とか、そういうのも出てくる時があるんだけど、どれも自然現象で凶暴化していたモンスターとか、巣や子供を守るために敵対しているのような、もうしょうがねえっていう展開が多いです。主人公はそれを一時的に戦闘不能にしたりとかすることになるんだけど、討伐するだとか、命を絶つような戦いではなく、あの子を助け出すために、解放するために、みたいな、プラスな戦闘が多い印象ですね。しかも物語で出てくるキャラクターもポジティブな方や思いやりが溢れる方が多いので、作品通して温かみが溢れているっていうところがファンタジーライフの特徴かなとか思ったりします。あとこれはプレイしてみないとわかんないかもしれないんですが、言い回しが結構独特で、そういったファンタジーライフ節も人気が高い。このゲームが記憶に定着しやすい。もう忘れられない。そんな理由になってたりしますね。もちろん今作がどんなストーリーになっているかっていうのはプレイするまでわからないところなんですが、シナリオライターが初代と同じ方なので、優しい話が好きな方は期待してていいんじゃないかなと思います。しかも今作はサブタイトルにもある時を盗むっていうフレーズ。これがキーになってて、時空を超えて現代と過去、1000年前を行き来したりっていうことはできるらしいので、そんな時間をまたいだ話っていうのが好きな方にも本作のストーリーはおすすめできるかもしれません。さて、ここまでは主に前作を交えたファンタジーライフ全体の世界観やあらすじなどを話してきましたが、ここからはファンタジーライフ I の話を重点的にしていきましょう。ファンタジーライフ I の舞台はファンタジールのどこかにある島ミステ島と1000年前のミステ島。それに加えて、かつて存在していたと言われるバカデッカーな大陸の
現代と過去、2つの時間軸の島が舞台になります。ミステ島では本作から追加された要素、島カスタマイズで自分好みに家や地形をいじれたり、島全体に家具を置けたりっていう熱盛チックな生活がメインの島で、1000年前のバカデッカーな大陸ではオープンワールドを採用したバカでかい冒険がメインの島ですね。たまげ物って言われる、前作キャラクターが道具やら食べ物に変化したやつだとか、大陸中心にある明らかに怪しい厳かな建物があったりだとか、人の言葉を喋るモンスターだとか、とにかく謎だらけすぎる大陸ですね。そんな2つの大陸をライフという職業を活用しながら戦闘や採取に長けたライフでバカデカ大陸を冒険して素材を集めて持ち帰った素材を制作職が加工して家具や家にしてミステ島を復興していこうっていう大陸の謎の解明と島の復興っていう2つが今作のメインの目標になっているみたいです。ちなみにファンタジーライフアイにはたまげ物のように前作で登場したキャラクターっていうのも多く出たりするんですが、知らなくても全然問題ないと思います。もちろん知っていたらそれだけ楽しめるところは増えるんですけど、続編ではなく新作、さっきのモンハンの例えで言うなら 4G からワイルズみたいなそんな感じでもあるし、メインのキャラクターに関してはみんな新キャラなので前作のキャラクターを知らないからといって置いていかれるってことはないと思います。それで本作は最大4人のマルチプレイ対応でクロスプラットフォームも対応です。要は違う機種同士でもマルチプレイができるよってことですね。機種の壁を越えて友達をファンタジーライフの沼へ引きずり込んでください。しかもクロスプレイも対応しているので、家ではプレステで、外ではスイッチで、みたいなこともできますね。その分ソフト買わないといけないんですけども、そこは気が向いたら検討してみてください。ここからはもう少し踏み込んでファンタジーライフのゲームシステムについて話していきましょう。スローライフをくれる今作はどんなことをやりたいかによって大きくゲーム体験が変わってくるんですが、そんなプレイヤーごとでゲーム体験に個性が出るライフについて説明していきましょう。ライフはドラクエや FF でいう職業的なもんで、バトルや狩りに特化した戦闘職が4つ、資材や食材の採取に特化した採取職、これも4つ、装備品や消費アイテム、家具も作れたりするものづくりに特化した製作職は6つ、合計で14種類のライフがあります。モンスターと戦いたい人、釣り人や農家でのんびりしたい人とか、大工で家具を作って自分の家をいい感じに、裁縫師で服を作っておしゃれをだなとか、俺は芸術の道を行くんだ的な感じでプレイヤーごとのやりたいをとことん突き詰められる、そんなゲーム性になっています。ほいで14種類のライフにはライセンスと呼ばれる段位があって、マスターから出されるクエストをこなすことでライセンスが上がり、ライセンスが上がれば出されるクエストが難しくなり、装備上限やレシピ、技が解放されていったりします。なのでメインの目標がさっき言ったこれなのであれば、それまでの過程はライセンスを上げる、修行をするみたいなところがサブ目標になりますね。そのライセンスを上げるっていうところだけでもだいぶ面白いところなんだけど、せっかくだからとファンタジーライフはさらにライフ同士に関係性を持たせてシナジーを生んでくれてやがります。つまりどういうことだ？じゃあ例えば採取職で集めた素材を、じゃあ今回は採掘士にしようかな。採掘士で鉱石を集めました。それを鍛冶屋で精錬からの武器を作りました。作った武器を王国兵士で使います。といった感じの共生関係が生まれていて、シナジーライフになっている。そういう設計ですね。他のライフたちも同様で、全部含めるとこんな風になっちまいます。ああ、大変。戦国武将の家系図みたいになってるんですが、こんくらいライフ同士の関係性あるんやなと思ってたら一旦大丈夫です。こんな感じの共生関係が本作のボリューミーなやり込みへと繋がっています。ここで一つ問題を出します。ごめん、やっぱ問題出しません。さっきこのライフたちのつながりを説明したと思うんですが、ここにライセンスの要素も加えていきましょう。最初はみんな駆け出しからスタート。まず上がりやすいのは、モンスターを倒したりするだけの王国兵士が一番早いかなと思います。モンスターを倒して2つほどランクアップしました。そろそろ新しい武器が欲しくなってくる頃合い。ではと素材を取りに採掘士になるものの、駆け出しで掘れる鉱石はたかが知れているので、王国兵士で使いたい武器の材料を取るためには、同じライセンス級まで頑張らないといけない。頑張った。じゃあ次は鍛冶屋のライセンスを。っていう感じで、シナジーライフ同士のライセンスを一緒に上げていくっていう形がほとんどですね。一つのライフで完結することはできるんですが、ライフ同士で助け合うことで、より早く、より強くなれるっていう形ですね。この密接すぎる関係性が本作で最も時間が解けまくる要素になっています。今話聞いてる分にはめっちゃめんどくさそうに聞こえるし、実際
めんどくさいなって思う時もあるんだけれども、苦に感じないのは、採取や制作ライフにも楽しみを用意されているところにあります。じゃあ、またここで一旦モンハンの話をするんだけど、モンスターを倒す、鉱石を採取する、集めた素材を鍛冶屋に持ってって武器を作る。この流れってさっきのこれと一緒ですね。けれど、採取はワンボタン。武器制作もジェマさんがやってくれてますね。もちろん、モンハンはジャンルがアクションゲームなので、このくらいの塩梅がベストだと思います。ただ、ファンタジーライフの場合は、採取の方にも制作の方にもミニゲームがあるし、作るのも自分ですと。作業になりがちな採取も、ただ採取するだけではなく、硬い鉱石を掘るのは難しく、その分、スタミナ管理を悩まされたり、他スローライフでも省略されがちな制作。これに関しても、難しいものを作るのはやっぱり大変で、どう作ればクオリティが高いものが作れるだろうとか、戦闘以外の部分にもスポットライトが当たっていて、すべてのライフに段階を踏んで強くなるっていう報酬が添えられています。なので他のゲームでは作業になりがちなところが立派なコンテンツとして昇華されているんですよね。これだけ幅広くいろんなところにミニゲームみたいなコンテンツが用意されている作品っていうのは本当に珍しい。この要素が僕がファンタジーライフの中で一番好きでおすすめなところですね。視聴者さんの中にもずーっと再放置をやってましたとか、無限に釣り人ですっていうずっと〇〇のライフをやってましたっていう感じで、魂のライフが結構分散していたりするので、そういったところは自分が好きなライフがどれであったとしても、それぞれのライフの楽しめ方が用意されているからかなとか思いますね。どのライフを選んでも満足感が高いゲームっていうわけなんですな。ここからちょっと若干だけ、話が逸れるというか、ヒートアップするんだけど、ゲームでは結構省かれがちな、めちゃめちゃいい武器を作ろうっていうところに対して、まず前提として、めちゃめちゃいい素材とめちゃめちゃいい環境、あとめちゃめちゃいい作り手が必要だよね、という話で。さっきのモンハンのやつで言うと、ジェマさんがめちゃめちゃいい作り手だったりするんだけど、ファンタジーライフの主人公っていうのは、全くもって万能でもなければ、全部のライフが初めての初心者から始まります。ただ、ライセンスをコツコツ上げていけば、いずれは、超でっけえモンスターも倒せるようになるし、海洋類とか釣れるかもしれないし、三つ星級の料理も作れて、王宮に提供できるような、そんな家具だって作れる。すべてのライフに目指すところがあって、その目指す過程での壁はたくさん出てくるんだけど、他のライフに浮気したり、なんか助けてもらったりとかして、酸いも甘いも味わいながらのんびり強くなれる。そこがね、一番時間がかかるところなのかもしれないんですが、時間がかかるからこそ達成感があって、リアリティも感じて、飽きずに続けられる理由かなとか思いますね。すいませんね、ちょっと熱く語って。というかそのやり込み部分がね、ちょっと深すぎて、こんな感じだったりもしますね。実質、ライフの成長がメインコンテンツになってたりしています。でも今作からマルチプレイとか、ゲーム内のキャラクターに制作をお願いしたり、手伝ってもらうっていうこともできるので、究極、採取したくない制作したくない戦闘行為以外アレルギーなんですっていう方でも、なんとかなるかなとは思ってますね。以上がファンタジーライフ愛ぐるぐるの竜と時を盗む少女がどんなゲームなのかの解説でした。ゆるいファンタジーライフ世界で14種類のライフをいい感じに使い分けながら現代の島を復興して1000年前の謎を解きながら心を込めて好きなことを突き詰められるスローライフ RPG なところはなんとなく伝わったかなと思います。伝わってたら幸いです。ファンタジーライフ民っていうのはよくこんなことを言うんです。ファンタジーライフでしか摂取できないものがあるよね。と。もはや安全なゲームなのか怪しくなってくる文言なんですが、実際僕もファンタジーライフみたいなゲームって検索しては、片っ端から試すみたいな時期をもうかれこれ5年ぐらい経ているんですが、中毒性によるものなのか、はたまた安心感なのか、老舗の味がするファンタジーライフに結局戻ってきちまうんですよね。他作品が物足りないっていうわけではなく、ファンタジーライフにしかないものがあるっていう感じですね。なぜファンタジーライフを襟好んで発売を心待ちにしていたのか、みたいなところもなんとなく伝わってたらなお嬉しいですね。でも、今回の動画ではいくつか紹介しきれなかったローグライク的なダンジョンのモード、ガチャダンとか、謎解きやモンスター討伐の試練が出される祠があったり、今作から新しく追加された2つの新ライフについても実際にプレイしてみないとわからないところっていうのはいっぱいあるんで、もし気に入りそうな片鱗があるなら、プレイして一緒に体験してみてほしいなと思うばかりです。てなわけで、解説兼布教動画はこの辺で終わりになるんですが、この動画に高評価やチャンネル登録をしてる暇があったら、もうその時間使って、ファンタジーライフ愛の公式サイトとか見に行ってみてください。概要欄にあります。もしそれでも手持ち無沙汰だったら、その時にまた押してくれると嬉しいです。ほな、別の動画か配信でもお会いいたしましょう。メイジーがお送りしました。バイバーイ。